世界中から注目されている BTS のファッション情報。少々奇抜なデザインでも何でも着こなす彼らはまさにファッショニスタです。今回はメンバーたちが着用している日本のブランドの服に焦点を当て、いくつかご紹介したいと思います。ぜひご覧ください。BTS が日本の服を着用。どこのブランドかまとめ。BTS が日本のブランドの服を着用していると無条件に嬉しくなりますよね。衣装として着ているときはもちろんのこと、プライベートでも愛用している姿を見るとさらに嬉しくなります。彼らの着ている服がどこのブランドのものなのか、長男のジンからそれぞれ一人ずつお伝えしますので、どうぞお楽しみください。ジン。2022年11月13日に公開されるや否や、あまりのかっこよさに、世界中のアーミーたちをざわつかせたBTS のダンスプラクティス動画。ダンスの次にアーミーたちが注目したのはメンバーたちの洋服です。ジンがこの時に着ていた服はアンスクリアのフットボールニットでした。SNS には、ジンの服かわいい。自分が普段着ている日本のブランドの服をジンが着てて嬉しいなどのコメントが。そして、このダンスプラクティス動画で、日本のブランドの服を着ていたのはジンだけではありません。他のメンバーが、どこのブランドの服を着ていたかについては、後ほどお伝えしますね。続いてご紹介するのは、ジンが、ジンラーメンの CM に出演した時の衣装です。2016年7月13日に配信されたブライブで、ジンラーメンを食べながら、いつかは、このラーメンの CM のモデルになりたい、僕の夢だよ、と話していたジン。2022年11月、ついにその夢は叶い、ジンが、ジンラーメンのモデルに抜擢されました。念願だったジンラーメンの CM で、ジンが着用していたのは、オーラリーのシャツブルゾンです。淡い色味のライトブルーが、ジンの優しい雰囲気によく似合っていますね。ジンのジンラーメンの CM は、たちまち話題になり、これに、オーラリーの公式アカウントも反応。インスタのストーリーに、2022年秋冬のシェットランドウールとオーガニックコットン織りのオーバーシャツを着たジンさん。ありがとうございますというコメントとともに、両手にジンラーメンを持ったジンの写真を投稿し、感謝の気持ちを伝えていました。最後にご紹介するのは、ジンとペク先生のコンテンツ、水中ジンランで着ていた緑色のチェックシャツです。これはアンユーズドのもの。水中ジンランは4回に分けて公開されており、2022年11月19日に公開された4話目の後半に、アンユーズドのチェックシャツを着用したジンの姿が収められています。シュガ。ジン同様、シュガも、BTS のダンスプラクティス動画で、日本のブランドの服を着用していました。シュガが着ていたのは、サスクワッチファブリックスのニットブルゾン。シュガは、2022年9月に来日していたので、もしかしてあの時に買ったのかなと SNS につぶやいているアーミーもちらほらいらっしゃいました。真相はわかりませんが、こうやっていろいろ想像するだけでも楽しいですよね。2022年7月16日に開催された際のびっしょりショーサマー SWAG2022 にサプライズ登場したシュガ。この日、着用していたのはニードルズの半袖カウボーイシャツでした。サイとシュガが共同制作した楽曲ZATの MV は西部劇をモチーフにしたセットや衣装が印象的です。きっとそれに合わせてカウボーイシャツを着用したのでしょうね。ダメージデニムとのラフな組み合わせがかっこいいです。2022年2月24日、シュガはスカジャンを着用した自身の写真をインスタに投稿。これはシュガが以前から愛用している星姫のスカジャンです。
2019年の誕生日ブライブで本人が話していたのですが、このスカジャンはファンからのプレゼントだそうですよ。日本のブランドのものですし、おそらく日本人アーミーがプレゼントしたのではないでしょうか。ファンからの贈り物を何年にもわたってき続けているシュガに胸キュンが止まりません。J-HOPE も、まずは、BTS のダンスプラクティス動画で着ていた服からご紹介します。この日、着用していたのはレディメイドのベースボールシャツです。レディメイドは J-HOPE が大好きなブランドの一つで、以前から洋服や帽子など様々なアイテムを着用しています。日本のブランドを愛してくれて本当に嬉しいですね。ヒューマンメイドも J-HOPE が愛用している日本のブランドです。2022年11月25日、J-HOPE はスカジャンを着た自身の写真をインスタに投稿。このスカジャンは、ガールズドントクライなどの人気ブランドを手掛けるグラフィックアーティスト、ヴェルディシとヒューマンメイドのコラボアイテムです。J-HOPE が選ぶ服は、本当にどれも可愛くておしゃれなものばかりで、さすがだなと毎回思います。2022年11月29日、30日に開催された2022ママアワーズに出演するため、28日に大阪へやってきた J-HOPE。来日した日、大阪出身のヴェルディシと会って、一緒に食事などを楽しんだようです。J-HOPE が投稿したインスタの写真には、ヒューマンメイドとアンダーカバーのコラボコレクションであるラスト OG2 とヴェルディシが共同制作したスタジャンを着用する J-HOPE の姿が収められていました。このスタジャンは、2022年11月19日から20日、現地時間にアメリカ・ロサンゼルスで開催されたストリートカルチャーの祭典コンプレックスコンで販売されていた限定コラボアイテムなのだそう。もしかしたら、ヴェルディシが J-HOPE にプレゼントしたのかもしれませんね。RM がBTS のダンスプラクティス動画で着ていたのはセントマイケルのロングスリーブ T シャツです。マルチビジュアルアーティストガリソーン・ヒルデウィット氏と共にセントマイケルを手掛ける細川優太氏はレディメイドのデザイナーでもあります。RM はレディメイドも大好き。2021年12月9日に投稿されたインスタの写真には、レディメイドのフリースジャケットを着用した RM の姿が収められています。フリースジャケットのシンプルなデザインが、RM のスタイルの良さやかっこよさを際立たせていますね。RM は、三原康弘のアイテムもよく着用しています。2022年11月24日、アメリカ・ニューヨークでのスケジュールを終え、インチョン国際空港を通じて帰国した RM。この日のコーディネートの主役は、キャラクターがプリントされた三原康弘のプルオーバーです。RM の空港ファッションを見たアーミーたちは、めちゃくちゃ可愛い。欲しい。私服がいつも可愛い。ナムの着てる服が可愛すぎてポチってしまったなどと SNS に書き込んでいました。かっこいい服から可愛い服まで、RM は本当に何を着ても様になりますね。ジミンがBTS のダンスプラクティス動画で着用していたのは、古着を使用した77サーカのリメイクスウェットです。踊って動くたびに裾が浮き上がって、お腹が丸見えになったり、デザインでカットしている部分から、あばらのタトゥーがちらっと見えたりと、オリジナリティのあるデザインが、ジミンの魅力を引き立てていました。RM の時にご紹介したブランド、セントマイケルのアイテムをジミンも着ていたことがあります。2022年4月8日、9日、15日、16日、現地時間に開催された BTS パーミッショントゥダンスオンステージのラスベガス公演の2日目。ジミンはサウンドチェックの時にセントマイケルのスウェットを着用していました。ヴィンテージ加工が施されたおしゃれなデザインがジミンによく似合っています。
2022年3月10日から13日に開催された BTS Permission to Dance on Stage のソウル公演。ジミンが2日目のサウンドチェックの時に着用していたのはマスターマインドの服でした。厳密に言うと、マスターマインドと LA 発のブランド C2H4、そしてアメリカのブランドアルファインダストリーズによるトリプルコラボモデルのボンバージャケットです。このボンバージャケットは過去にシュガがジミンと同じ色を、ジンが色違いを着ていたことがあります。メンバー同士のお揃いはいつ見てもほっこりしますね。テテ、2022年11月20日、フランス・パリでのスケジュールを終え、インチョン国際空港を通じて帰国したテテ。この日の空港ファッションもとてもおしゃれでした。パッと目を引くライダースジャケットは緑革のもの。袖や裾のディティールが特徴的です。ライダース、バラクラバ、ヘッドホンの組み合わせに、テテのセンスを感じます。2022年9月27日、テテは、ラジオ番組、星が輝く夜にのスペシャル DJ を務めました。この日、テテは、アンダーカバーの耳当て付きニット帽を着用。普通にかぶっているだけでも可愛いのに、顎の下で紐をキュッと結び、赤ちゃんみたいな姿も披露してくれました。テテの可愛い行動に思わず頬が緩みます。2022年9月1日の空港ファッションでは、日本のブランドの T シャツとカーディガンを着用していました。ロブスター柄が可愛いヴィンテージ感のある T シャツは、ウェアハウスカンパニー、二の腕部分のスリットデザインが、個性的なカーディガンはサルバムです。日本のブランドの服をコーディネートのメインにしてくれていて嬉しいですね。ジョングク、ラン、BTS のダンスプラクティス動画でジョングクが着用していたのは、言わずと知れたスポーツブランド、ナイキと日本のブランド、CE のコラボアイテムです。ジョングクが購入したタイミングはわかりませんが、この商品が発売されたのは2019年のこと。もし、発売当初から愛用しているのだとしたら、相変わらずの物持ちの良さですね。2022年11月22日、29日に配信されたタルラでは、ダメージ加工が施された三原康弘のシャツを着ていました。スニーカーも同じブランドのものです。ジョングクに限らず、BTS のメンバーは、三原康弘好きが多く、着用している姿をよく見かけます。彼らが、日本のブランドを好んで着てくれているだけで、ニコニコ笑顔になりますね。2021年12月6日、アメリカでのスケジュールを終え、インチョン国際空港を通じて帰国したジョングク。この日の空港ファッションは、ワコマリアのセットアップでした。オールブラックコーデがかっこよすぎます。ワコマリアは、武骨で色気を感じさせる男性像がコンセプトのブランドです。ジョングクに似合いそうな服がたくさんあるので、また着ているところを見ることができたらいいなと思います。まとめ。今回は、BTS のメンバーが着用している日本のブランドのアイテムをご紹介しました。彼らが日本のブランドの服を着ていると、無性に嬉しくなるのは日本人アーミーあるあるではないでしょうか。また、日本のブランドの場合、海外のブランドよりも買い物がしやすいので、いざ推しとお揃いのものを買いたい。となった時に買いやすいのも嬉しいポイントですよね。これからも、7人が日本のブランドのアイテムを着用しているところを見るのが楽しみです。